時間の流れは早いもので、私が初めてゲームを作ると言ってから、早4年が経とうとしています。はじめましてセタモです。私を覚えている方がもしこれを見ていたら本当にお久しぶりです。お変わりないでしょうか？小学生が高校生になるくらいの時間が経ちましたが、私は今も変わりなくドット絵とゲームを作っています。色々と語りたいことはあるのですが、先に要点だけ簡単にまとめます。私の X または旧 Twitter で見れる廃墟ドットは実質白紙になり、そして紆余曲折あって現在はパズルゲームを制作しています。このゲームを簡単に説明するとステージがスライドパズルになっていて、プレイヤーは主人公とステージの両方を操作してギミックを解き、世界を完成させるというゲームです。ストーリーはほぼありません。一応ステージの背後にストーリーは存在するのですが、直接語ることはしないつもりです。今のところ全体の半分程度の仮実装が終わり、何人かの方にテストプレイをしていただきました。完成時期は未定です。Windows と Mac 用のみで開発していて、もし完成したらプラットフォームは Steam、itch.io からリリースするかもしれません。ざっくりとではありますが現在開発中のゲームの概要はこのような感じで、この動画の要点となります。ここからは4年前から現在に至るまで何があったのかを、時にオブラートに包みながら語っていこうと思いますので、興味のある方だけご視聴ください。これは廃墟ドットが本当の廃墟になってしまうまでの話です。事の始まりはこのミュージックビデオでした。これはゲームの世界の主人公視点を描いた曲で、私はゲーム部分の背景を描いたのですが、それがきっかけでゲーム風の映像を自分でも作り始めました。この時点ではできることが増えたから遊びで映像を作っていたので、ゲームのことはあまり真剣に考えてはいませんでした。そんな中、映像を Twitter で公開したその日に、あるプログラマーの方から DM をいただきました。その内容はざっくりとこの映像を、ゲームにするつもりはないのかという内容でした。私の絵に対してとても好意的で、親切な方でした。私は特に知識もないまま2つ返事で、ゲーム開発に乗り出すことになったのですが、今となってはここが最初の大きな過ちだったと思います。それからすぐに混乱を極めることもなく、よりひどい焦点がずれたグダグダな状態に陥ります。どういうことかというとゲームの核となるコンセプトやアイデアが、定まらないまま、なんとなくマップを作っていくという状態です。旗から見ると惨憺たる状態なのですが、当時の私はフォロワーに向けて文字通り、映像をそのままゲームにするつもりでした。要するに歩いて見て回れるドット絵作品という形で、3ステージほど作って完成にするつもりだったのです。ここで問題だったのが、様々な書籍や有識者の、ゲーム核あるべしというゲーム像と、私がその時作ろうとしていたゲーム像がかなりかけ離れていたにもかかわらず、それを十分に説明して方向性をすり合わせるという作業が、あまりに不十分であったことです。私はちゃんとしたゲームを作ってでかい花火を打ち上げてやろうというよりも、作品の一つとして小規模なもので収めるつもりでいたので、その油断と慢心からあっという間に開発は立ち行かなくなりました。彼は今節丁寧にゲーム性について私に教えてくださったのですが、そもそも私はいわゆるゲームを作る気はなかったので、どんどんその溝は深まってお互いのモチベーションを恐ろしい勢いで削っていきます。しばらく開発が鈍化して1年が経過した頃私はそこでようやく焦りを覚えます。彼が納得するような妥協案をなんとか考えるのですが、素人の私が考えたカスみたいなアイデアはゲーム会社から独立を果たすような、彼には到底納得できるようなものではありませんでした。ここからしばらく開発は完全に滞ります。打つ手がなくなった私は2年が過ぎようとする頃にユニティを触り始めます。必然的に C# についても勉強を始めることになりました。しかしこれらに触れた理由はチームでの開発を諦めたからではありませんでした。チームを率いて開発が可能になるのは一人で開発できるものか、よほど優秀な人に限るということはこの時にはすでにあるゲーム開発者から聞いていて、今の私もそれは正しいと思います。しかしそれでもこの頃はなんとか、ゲーム開発の感覚を掴んで前進させようとしていました。そうして私は 2D の横スクロールアクションという非常にシンプルなゲームから、ゲートにアイテムをお供えするとそのアイテムの属性や価値から、ダンジョンが生成され、そのダンジョンでさらに高価なものを狙うという少し凝ったもの、もしくは、マインスイーパーの地雷をモンスターにして、その位置を推測しながら戦略的に戦闘を挑みクリアを目指すゲームなど、それらを作っては挫折する過程でユニティや C# に慣れていきました。しかし時間の経過とともに話は一層噛み合わなくなります。3年が経過した頃、私は他のゲームを調べたり、ゲーム開発そのものを通して、ある程度ゲーム性について理解し始めたと思っていました。しかし彼の方に変化がありました。彼もきっと色々思うことがあって、
堅くなだったゲーム性についての姿勢を変えていたのです。一番最初に見せていた廃墟ドットか私が一番好きなものを作った方がいいという考えになっていたのです。開発の大きな進展に見えたのですが、その時の私が考えたどこかゲームっぽいアイデアは彼には、私が無理して考えたもののように感じたのでしょう。この自分の作りたいものについて念押しをされました。この時にこれが今の私が本当に作りたいものなんだと説得するのが、正しい選択だと思うのですが、それ以上に大きな問題がありました。あまりに時間が経ちすぎてしまい、このプロジェクトそのものが消化試合になっていたことです。モチベーションがなくなるのは当然のことだと思います。そうして私は今年の中頃彼に感謝とともに完全に終わらせることを伝えました。こうして廃墟ドットはいよいよ本当の廃墟となりました。ゲーム開発者の方からすると、ゲーム開発を舐めやがってざまあみろといったところだと思います。正直その通りで、この4年を他に説明できる言葉も言い訳を言う気力もありません。結局のところ現在の私は遠回りをして他のゲーム開発者が、一番最初に立つであろう一人で開発をするというスタートラインに戻ってきました。長いこと時間が経ってしまい完成させたところで何があるのか、何のためにゲームを開発しているのか自分でもわからない時が若干ありますが、ゲーム開発自体はここまで続いたので現在作っているゲームは完成させたいと思います。他の開発者と比べると短い部類ですが、つい昨日始めたように感じるユニティも気づけば2年になります。その中でゲーム開発の初歩的なミスをたくさんして、たくさんプロジェクトがおだぶつになりました。初歩的でありふれた失敗も、それに陥るバリエーションは無限にあるため、どんな状態でも起こり得るということも学びました。今回のゲームは今までの失敗を考慮して、少しずつまともな進捗を出せるよう柔軟に軌道修正をしていくつもりです。去年の終わり頃から開発しているこのゲームは、先ほども言ったようにパズルゲームです。なぜパズルゲームにしたのかというと廃墟ドットでやりたかったことを、現在の自分が納得できるゲームの形で実現できるかもしれないことと、内容的にも開発を完了させることができる可能性があるからです。もちろん自主制作なので最後は全く頼りにならない。私の情熱次第になってしまうので完成するかはわかりません。今は全体の半分ほどの仮実装が終わった程度でタイトルすらついていないですが、万が一完成した時には手に取っていただけると嬉しいです。最後になりますがまた後日、詳しい進捗報告の動画を上げるかもしれません。もしその時はまた見ていただけると嬉しいです。ここまで見ていただいてありがとうございました。